もう失敗はもう決まってる感じです。自己スタイルは絶対出てこないんです。やってない人がめちゃめちゃ多いんです。みんなの目の前のところしか見てないです。お金払ってもですね、聞けない内容なので、じゃあこういう仕事ね、付加価値ある写真。例えば広告撮影とか、アパレル撮影とか、そういうね、クライアントさんがついてる撮影。個人だったら、社長さんとか、芸能人さんとかですね。この写真を持ってですね、次の売りところが行くであればですね、この写真は必ず、価値が出てくるじゃないですか。そういうところを目指した方がいいんです。でもね、これさらに話いくんですけど、例えば、こういうクライアントさんついてる仕事だったら、例えばね、平均2桁とかもらえるじゃないですか。10万円、15万円、20万円とか、1日は普通にもらえるんですよ。もらえるけど、で、それね、私から見るとですね、そこまでまだ、ギャラ高い仕事とは言えないです。はい。七五三記念写真よりは少し高いんですけど、まだ安いんです。そこからね、どうやってさらに高いギャラもらうか、そこね、さらに目指した方がいいんです。さらに目指す。例えば、自分の事例としては、実際指名された、メーカーから、クライアントさんから指名されたケースがあって、そこでぜひ、りょうさん取ってほしいです。っていう案件があるんですね。っていう案件があって、そうすると何を示しているというのは、ぜひ、りょうさん取ってほしいんであれば、もう基本は競争なしっていう感じです。もう比べないって感じですね。第2の人がないから、俺第1になってる感じなので、今回の仕事おいくらですかっていう見積もりが聞かれるじゃないですか。そうすると、競争がないから、基本は言い放題です。基本は言い放題です。はい。今回の仕事はぜひ、りょうさんで取ってください。っていうのは、もう、好きの金額を言えばいいですね。基本は OK っていう感じですね。基本は OK です。で、そこが、じゃあ、どうやって、ぜひ、あなた取ってください。どうやってですね、指名されるということを中間レベルぐらいで考えた方がいいです。さっきは低レベルですね。記念写真はレベルになってないんですよ。広告写真撮れたら、ステップ0っていう感じです。それ以上撮りたいんだったら、自己スタイルっていう感じです。自己スタイルって感じです。で、そこが自己スタイルっていうのは、自分のスタイルで真似できますかってできないんですよ。真似する自体はもう自己スタイルでなくなるという感じです。真似の分はみんな見てるから、ああ、この人の真似だなっていうことはあんまりよろしくない。写真は自己スタイルで、そこが、第2ステップという感じです。自己スタイルが味が出てきたら、他のクライアントさん、メーカーさんですね、指名される感じです。はい。ぜひ今回は誰々さんお願いします。っていうことになったら、もうとんでもないギャラができる感じです。はい、皆さん想像してみてください。想像してみてください。今はどんなステップに待ってる感じですか？はい。どんなステップですか？気持ちはわかるんですよ。いや、どうせ難しいから、俺は最近の飯代ちょっと考えなきゃいけない。っていうことですね。ちょっとね、目線が短すぎる。短すぎる。もっと大きいのことできるのに、目の前のことしか見えないというのは、もう失敗はもう決まってる感じです。失敗は決まってる感じです。ゆくゆくのもっと1年後、2年後、もっと自分の将来のビジョンを見ないと、目指すところを見ないと、今月は10万、来月はこれぐらい稼げないと、別に重要だけど、目指すところをですね、捨てないでください。目指すところは捨てちゃったら意味ない。で、自分のスタイルを取れるまで、マジックがないんですよ。もう基本は取りっぱなしって感じですね。取りっぱなし。そういう最初、電卓で、いや、俺はまず自分のスタイル考えますっていうのは考えちゃダメですよ。そういうのね、取りながらですね、自分のスタイルが出てくるんですよ。取るもしないんだったら、もう自分ができる領域はわからないじゃないですか。もう料理もしないのに、俺はどういうフランス料理作るっていうのは作れないじゃないですか。一緒です。で、そこが一番重要なのは、反省できるかどうかという感じです。反省できるかどうか。皆さんですね、一番の問題は、皆さん反省できてないんです。もう1日1000枚、1ヶ月数万枚写真撮って、何も反省しなかったら意味ないんです。意味ないです。何が問題発生するもわからないし、自分の問題どこにあるかもわからないから、写真多く撮ってもそれ意味がない。意味がないです。はい。で、今はね、皆さんね、野望が多いんです。これもやりたい、これも撮りたい。でもね、持ってる技術は中途半端。どっかの YouTube とか、どっかの本とか、どっかの雑誌とか、どっかの先生の小出しワークショップとか参加して、勘違いされてですね、俺もできたな。もう把握できた。これぐらいは取れるでしょう。全然取れないんですよ。まずね、知識がないとね、ネタしかわからなかったらですね、仕事は絶対使えないし、
自己スタイルは絶対出てこないんです。出てこないんです。まずね、根本的な知識、コンセプトを、それをクリアしてから、いっぱい実践しながらですね、自分のスタイルが出てくるんです。それね、当たり前のことだと思ってるんですけど、やってない人がめちゃめちゃ多いんです。みんな目の前のところしか見てないです。うん。目の前の、明日の七五三どうしようかなとかですね。来月は、何件が取らなきゃいけないですね。じゃあ俺ぐらいは取ってりゃいいじゃないですかということですね。それはもう稼げないんですよ。それは稼げないですね。それは、いわゆる、飯代は問題ないかもしれないですけど、でも飯代しか買えないって感じですね。それ以上のものは買えないということです。夢がないから。はい、夢がないから。せっかくね、夢ある仕事、写真撮影、表現ある仕事ですね。そこが、自分が最初からですね、制限がかけちゃうっていうのはもったいないんです。もったいないんです。で、それね、皆さんにお勧めしたいのは、まず一旦自分の迷ってる技術のことを全部クリアしてください。もやもやしたらですね、その次ですね、ないんです。ホールの撮影はメインカメラマンとして毎年採用になりそうです。ありがとうございます。りょうさんのおかげで、ありがとうございます。ライティングコース来てる方なので、ありがとうございます。ありがとうございます。全然、私のおかげとかじゃなくて自分の努力なので、もっとですね、幅広くですね、メインの仕事を取りながら、次はどうやっていくかという感じになった方がいいと思います。私のライティングコース来てる方なので、1ヶ月4回で、まず迷ってる部分ですね、クリアしてから、自分で何を目指すというのが出てくるので、そこね、稼いでいく。っていう、ループですね。で、そういうのはね、皆さんね、緩いんですよ。はい。稼ぎたいねっていう人が多いんですけど、行動から見るとですね、目先のところしか見てない。っていうことは、しょうもないって感じですね。夢がない。目指すところない。目の前のバイト代みたいな感じを一生懸命取るんですね。で、そうするとね、自分が足りない、技術のところ、経験のところが全く意識はされない。意識はしない。っていう感じを、もったいないです。カメラマン稼げますかっていう、よく聞かれたんですけど、どんな職業でも稼げますよ。あなた次第ですよ。はい。今はカメラマンの仕事でギャラが安くなってるねっていうのは、そこが誰も言ってないんですか？ギャラが安い。需要は変わってない。安い仕事がやってる人が多いから安くなってるだけなので、全然ですね、自分次第ですね。だから高い仕事は全然ですね、そんな競争はですね、激しくないと思います。やってる人少ないです。もっと取りますというより、もっと反省してください。取ることっていうのは重要じゃないですね。考えるのは、ほぼ、5割。反省は4割。取るは1割ですね。取るっていうのは、シャッターを押すだけなので、考えて反省して、ついでに取るっていう感じです。そういうのはやらないとですね、進展がないんです。でも、技術のところがまだクリアしてなければですね、何を取るかわからないと思います。はい。前のどうでもいいの先生の小出しのワークショップ、傘の使い方以降教えてくれたから、そのまま取るの人多いんじゃないですか。意味ないんですよ。いつもバイクの写真撮って、どんどん有名になって、最近高い仕事をしてもらえるようになってきました。いいじゃないですか。いいね。もっとですね、自分らしいことをできたらですね、もっとギャラですね、いい感じのギャラですね、もらえると思います。言いたいのは、私はこのいうのをね、皆さんのために、私はスタジオライティングコースを用意している感じです。で、1ヶ月4回で、だらだらしないですね。1年間、2年間とかしない。4回で、これから副業したい人、これから本業したい人の問題点をクリアしていく。それで、ノウハウは全部教える。しかも、自分は今までの反省と失敗のところを全部教える感じです。はい。4回分は全てですね、今まで皆さんが悩んでること、これから悩むことをですね、クリアしていくっていうスタジオライティングコースを用意している感じです。で、今までですね、今月は全部満員で、来月はまだ空いてますので、早物勝ちです。写真で稼いでいく人にぴったりな内容を用意しているので、1日目は基礎のもの。そこからどうやって基礎と、基盤作るか、売り込み仕方とかですね、そこからやっていくので、2回目の時は、ライティングのパターンを全部教える。で、3回目の時は、シミュレーション。実際広告撮影、ファッション撮影どう撮るか、私は実践しながらですね、教える。4回目はクリエイティブなライティングとレタッチ、現像の方法を全部見せる。やばいでしょ。完結するものを、そういうライティングコース全日本はやってるところ俺しかないです。皆さんね、内容を見てみてくださいね。見ないと損。
見ないと損です。それで私のプロフィールリンクに、ライティングコースですね、ホームページに日程を常にですね、更新している感じなので、ぜひ皆さんですね、一回見てみてください。もしくは私の公式 LINE 登録したら、まず無料の動画がですね、たくさんあるので、そこでまず受け取ってみてください。多分そこの無料の動画ですね、見たら、あちこちのオンラインサロン、オンライン教室より、よっぽどいい内容入ってるかなっていう感じですね、自慢話ですね。で、そこから心配点とか問い合わせしたいところは、もしあればですね、そこが公式 LINE で私とコミュニケーションできるっていう感じになります。がっつりですね、勉強したい、がっつり稼ぎたい人、2025年向けてですね、自分でレベルアップしたい人は私のライティングコース来た方がいいです。ライティングコースで撮った写真ですね、自分のホームページ、SNS、ブックポートフォリオに全部使えるので、そこね、多分全日本は俺しかない。やってるところは。いつもクリップオンストロボだっていう、ライティングしてるんですが、モノブロックとは違いが利点がどう思われますか？今の質問から見ると結構危険。なぜなら、クリップオンという構造自体は、クリップオンは光拡散するものじゃないですよ。クリップオンは光を集中する、最初報道者使うじゃないですか。だから、ガイドナンバーというナンバーがあるので、ガイドナンバー58だったら58メーターまで届くじゃないですか。だから、クリップオンというのは光を拡散して柔らかい光作るとかじゃなくて、クリップオンは光を集中するという構造になっているので、そこはモノブロックと全然違う感じですね。はい。まあ、クリップオンもモノブロックなので、はい、言いたい方はですね、そこはごちゃごちゃしないでください。クリップオンもモノブロックという感じですね。厳密に言うと。そこが多分言ってるのは、スタジオ用のストロボとクリップオン何が違うという感じですね。答えはさっき言いました。皆さんの質問聞いたらですね、ちょっともったいないところ多いんですね。中途半端持ってる、中途半端な、考えてる。それでね、もやもやしてるところでもったいないです。早めにそういう質問をですね、クリアした方が、もっと写真楽しむ。もっと自分のレベルアップできる。さきさんですね、ライティングコース受けてみたい。ありがとうございます。受けてください。で、料理撮影、小物撮影行きたいんですよ。ジャンル絞らないことに対して、ジャンルは絞った方がいいんですね。で、逆に料理の撮影と、小物撮影は、物撮りは昔もやってみたんですね。多少ライティング分かってるので、絞った方がいいなのか、絞らない方がいいなのか、知識として絞らないんで、仕事として絞った方がいいと思います。そこは私のやり方っていうか、アドバイスっていうか、サジェスチョンですね。で、私はそういうダラダラしたくないんで、基本はストレートで、で、ダメ出しのところはちゃんとダメ出しして、バンって言うので、そこは安心してくださいね。ここに、私のところに来てる方は、まっさらの初心者の方もいますし、すでに30年ぐらい、現役のプロの方も来てますし、スタジオ経営してる方も来てますし、最近なんか写真教室の先生も来てますね。まあ、どうぞどうぞっていう感じですね。皆さんのステータス合わせてですね、半分カスタマイズみたいな感じでやっていくので安心してください。モデルのポージング、パレットみたいな、どう思います？いろいろいいなと思うのを保存してみる。ダメですね。ポージング集みたいな在庫を自分で用意して、それでですね、モデル撮影するときですね、ポージングみたいなことを指示したら、基本はダサい写真しか撮れない。絶対行き詰まる感じです。相手も、戸惑う感じなので、そういうのはね、あまりポージングの指示っていうよりしない方がいいと思います。逆にね。ポージングの指示でいい写真撮れるのは自分は見たことないです。プロのモデルさんだったら指示いらないんですよ。素人の人に指示出したらですね、絶対ダサい写真撮るので、まず考えてほしいのは、どうやって5分以内にですね、仲間になれるかっていうことになるので、まずリラックスさせてくださいっていう感じですね。その先は難しいですね。それができてないんですね。それができてないということです。自分がリラックスさせたら、次の話が下手くそという感じですね。そこは意識した方がいいという感じです。もしくは、自分の頭にどういうイメージを取りたいのが完成してないんですね。完成してないから、どうしてもポーズで完結しちゃうから、それはもったいないんです。だって1個ポーズ指示したら、その1個しか取らないですか？じゃあ次のポーズは絶対相手待ってるので、そこはもったいないんですよ。ポーズ指示していい写真撮れるのは自分は見たことないですね。正直は。正直ね。ごめんなさいね。撮影をして一番楽しいと思う瞬間はどのような場面ですが、自分の作品ですね。例えばこういうテーマがあって、自分の作品は今日は前よりいいもの撮れたら一番嬉しいですね。今一番悩んでるのは、今までの自分はどうやって壊すかずっと悩んでるので、楽しいというより嬉しいという感じですね。楽しいかどうかはあまり考えてないです。好きだからやるっていう感じなので、楽しいからやるってじゃなくてですね、好きだからやる。やったら自分の成長が感じたらそこが嬉しいということになります。YouTube チャンネルのメンバーシップに参加すると写真ラボの全ての内容見放題になります。具体的に私の作品撮り、現場の密着、
撮影風景、すべて見せながら動画たくさん入ってます。室内のハウススタジオ、白掘りスタジオ、外のロケーション撮影の動画もたくさん用意してます。それ以外、私の自分のセーフゾーンを脱出して、普段撮り慣れてない分野もいっぱい挑戦して、チャレンジの面白い企画も入ってますよ。もうすぐ見たいでしょ。写真ラボの動画見たら、作品撮りの時はテーマどう作るか、テーマを沿って作品撮りの全過程も見せてます。撮影風景、撮影現場を見せながら、ポートレート撮影のアイディアもたくさん参考することできます。あとは私とモデルのコミュニケーション、声かけ方、生で見れるよ。もちろん撮影テクニック、光の読み方、カメラの撮り方、いっぱい入ってますよ。最終的に仕上がりして自分の作品も動画にたくさん入ってるので、もうすごいでしょ。こんながっつり自分の作品撮り、撮影現場全部見せてる人はネットで多分まだいないと思います。毎週金曜日夜8時更新します。ガンガンがっつりノーコロナを皆さんにお届けします。見る方法は簡単。私の YouTube チャンネルメンバーシップに入ったら全て見放題になります。見ないと損だよ。行動しましょう。